はい、皆さんこんにちこんにちは。は。さて、先日公開した動画をご覧になった方もいると思うんですけれども、今年の1月にバトルオブ近畿という e スポーツの大会が開催されまして、はい。その APEX 部門に僕ら2人が、はい急遽選手として出場しました。はい。僕らの成績は、残念ながら、まあね。15チーム中14位と、惨敗だったんですけれども、そこで圧倒的な強さで優勝したチームがいました。はい。それが企業招待枠で出場していたヒットゲーミングです。彼らは2位に52ポイント差をつけた122ポイントで、まさにこれ圧勝だったんですね。すごかったよね。ちなみに僕らなんですけれども、9ポイントでした。うんまた APEX の大会公式運営が公表しているアジアチーム評価シートでは、はい最高ランクである S プラスの評価、これは登録している2167チーム中27チームしか存在しないランクなんです。なかなかもらえないランク。そういうことなんです。そこで気になったのが圧倒的なこの強さの理由、そしてヒットゲーミングとは一体どんなチームなのかなどで、実際に大会に参加した僕らだけではなくて、チャンネルの視聴者の方々とか、あと APEX のファン、さらには e スポーツのチームに興味がある方々とか、彼らのことを知りたい方は僕ら以外にもたくさんいらっしゃるんですね。だから今回はせっかく貴重な機会をいただいたので、気になったこと、どんどん質問をぶつけていきたいなと思ってます。なおチームの皆様が各地域にバラバラに住んでらっしゃるということもありますので、今回はオンラインでの出演となります。ごめんなさいね、ちょっと前置きがすごく長くなっちゃったんですけれども、ではヒットゲーミングの3人に登場していただきましょう。どうぞ。ということで、今日はですね、ヒットゲーミング所属の3人に来ていただきまして、お三人に自己紹介をしていただきたいなと思うんですが、まず、ローハイさんからお願いしたいなと思います。名前はローハイです。高知県在住の20歳です。普段は専門学生、英語の学校に通ってます。そうなんですね。専門学生ということで、ゆくゆくはこのゲームの道に進みたいという感じですかね。いや、なんかそういう感じじゃなくて、本当に語学の専門学校で、大学に行くのに専門学校に興味があって通ってらっしゃるっていう。はい、そうですね。では続いてメルタゲさん、お願いいたします。はい。名前はメルタゲって言います。愛知県在住の21歳です。普段はほぼほぼやることないんでずっと APEX やってます。よろしくお願いします。ぐざぐざよろしくお願いいたします。この最近ハマってることっていうことなんですけれども、お酒ということで、例えばどういうお酒が好きというかハマってらっしゃいます？基本的にビールなんですけど、あと好きって言ったらハイボールも好きだし、あと最近日本酒がちょっと好きになってきて、居酒屋とか行ってなんか天ぷらとかと一緒に飲むとか最高ですね。なるほど。実際にお会いすると僕らとも美味しく飲めるかなとちょっとイメージが湧きましたもんね。そうですよね。天ぷらとね、ビールとかね。では続いてハントさん、お願いいたします。多分みんなの中で一番年長の22歳の、千葉県に今住んでいて、でハントです。普段はやっぱゲーム好きなんでゲームやってたりとかするんですけど、趣味は、アニメ見たり、映画見たりとかが趣味ですね。例えばハントさん、最近一番おすすめのアニメとか映画とかってあったりします？今やってるガンダムだったりとか見るの初めてだったんですけど、意外となんかすんなり入れて、あんまロボットアニメとかじゃなくて人間アニメな感じで。単純にロボットアニメっていうだけじゃないもんね。さて、ではここからですね、その深掘りということで、お一人ずつにいろいろちょっと聞いていきたいなと思うんですが、詳しくね。そうなんです。ではまずローハイさんからなんですけれども、この APEX についていつから始められました？始めたのがシーズン4の
シーズン4ぐらいからやったと思います、確か。これシーズン4というと、何年前とか何ヶ月前とかになってくるんですか？多分3年ぐらい。3年ぐらい。3年ぐらい。です。でも長い。そうね。3年でなってくると。ありがとうございます。じゃあ、続いて、メルタゲさん。はい。僕はシーズン5で、時間で言ったら2年半とか、それぐらいですね。2年半前からやってらっしゃると。そうですね。僕らとは断然違うよね、キャリアがね。比べたらダメですよ。ダメだよね。はい。ありがとうございます。では続いて、ハントさん、お願いします。はい。僕もメルタゲと同じく、多分大体シーズン後の2年前とか2年半ぐらい前から始めてって感じですね。同じぐらいです。皆さん3年とか2年半とかっていうキャリアをお持ちっていうことですよね。ちなみに、普段この APEX を、まず、老廃さん、どのくらいの時間プレイされてますか？学校がない時期とかやったら1日8時間から10時間ぐらい。1日8時間ですか？そうですね。1日もうぶっ通しで。1日ぐらいですね。休憩なしで。ご飯とかは多分途中で食べますけど。トータルでそれぐらい。トータルでそんぐらいですね。長い。すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて、メルタゲさん、お願いします。僕も、少なくても5、6時間はやって、多い時は本当に12、3時間とかやりますね。長い、やっぱり。ありがとうございます、メルタゲさん。続いて、ハントさんお願いします。はい。僕は、そうですね、チームで練習するっていう時間が、だいたいほとんど毎日3時間はあるんで、それプラス、日によってばらつくんですけど、だいたい5、6時間ぐらいで、合計で8時間とか9時間とか、そんぐらいですね。なるほど。チームの練習プラス個人練で、トータル8時間ぐらい。だいたいそのくらいです。はい。ぐらいということですね。チームの練習時間もちゃんとやっぱあるんだね。だからこそ皆さんのそのチームワークっていうのが構築されるわけですね。さて、では続いてなんですけれども、この APEX なんですが、いろんな機種でプレイできるじゃないですか。そうですね、コンシューマーでね。皆さんはどの機種でプレイされてるのかなっていうのは、ちょっと僕個人的にもなんですが、気になってまして。なるほど、じゃあ聞いてみますか。はい。じゃあまず、老廃さんからお願いいたします。はい。僕はもうずっと昔からパソコンでやらせてもらってます。ありがとうございます。続いて、メルタゲさん。僕は最初 PS4 から入ったんですけど、もともと PC も持ってて、で、移行したって感じですね。なるほど。PS4 から PC にと。そうですね。だから今は PC です。では続いて、ハンドさん。もう同じく最初は PS4。で、もう本当にちょっと遊んでた程度だったんですけど、で、途中から PC に変えて。なるほど。やっぱりみんな PC に移行してるってことはね。そういうことだね。そういうことなんですよ。やっぱりその PC でプレイする環境が一番適してるっていう感じなんですかね。例えばちょっと、じゃあメルタゲさんにちょっと聞いてみましょう。はい。PS4 とかと比べたら、やっぱり画質とか、画面の滑らかさとかが全然違くて、やっぱりエイムするときとかに敵の動きに合わせやすいのがやっぱり PC だったりするんで、そうですね。では続いてなんですけれども、なぜ APEX も選ばれた、始められたのかなっていうところもちょっと聞いてみたいなと思って。はい。じゃあまず、ロハイさんからお願いします。僕もともとフォートナイトをやってたんですけど、ずっとプロになりたくて、そのフォートナイトやってたんですけど、それでプロになれる気がしなくてやめて、次に CSGO っていうゲームをやったんですけど、それもなれる気がしなくて、で、その次にやったのが APEX やったんですけど、その運よくその競技シーン、e スポーツにモチベーションがある人と友達になれて APEX は続けてます。なるほど。いろんなゲームを渡り歩いて最終的に APEX がしっくりきたっていう。そういうことよね。で、そこには友達も関係してたと。そうです。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて、メルタゲさんいかがでしょうか？はい。僕はもともと FPS ゲームが好きで、Call of Duty っていうゲームもともとやってたんですけど、ちょうど僕が始めた2年半前とかに、
そのフォートナイトとかも流行ってて、まあ、バトロワブームが来てて、で、ちょうどハントさんにも、その FPS とバトロワが合わさった Apex っていうゲームがあるよって言われて、ハントさんに誘ってもらって始めたみたいな感じです。なるほど。ここでこの3人の中のつながりがちょっと見えてきましたよね。一つ見えましたね。そうなんですね。誘われて、より本格的にやってみようと思ったと。さあ、ということで名前が出てまいりました。ハントさんいかがでしょうか？僕も、老輩と同じく、PC ゲーム最初、フォートナイトをめっちゃやってたんですよ。そこでバトロが面白いってなって、で、フォートナイトやめた後に、Apex も触るようになってきて、で、そこで Apex がちょっと面白いなって感じて、で、完全にもう Apex ばっかりやってるって感じで。もうドハマりしたと。Apex の魅力というところもね、ちょっとお伝えいただいたんですけれども、なぜ皆さんはその Apex をやって、その魅力とは一体何なのか、そうですね。そこもちょっと聞いてみたいなと思います。ではまずは、ロハイさんからお願いします。正直なところ、あんまり魅力は感じてない。なるほど、なるほど。Apex ね。まあ、自分が今一番上手くてモチベーションのあるゲームで、チームにも入ってるからやってるみたいな感じですね。またやっぱ競技としてやるのと趣味でやるのとまた違ってくるんだね。では続いてメルタゲさんお願いします。やっぱりキャラクターが多くて、そのキャラクターごとにスキルがやっぱ違ったりして、あと3人パーティーで組めて、それぞれが違うキャラを使って、で、その違うキャラのパーティーで戦い方が違ったりしてきてって、こうやって考え始めたらもうめちゃくちゃいろいろと考えが広がってくっていうのがすごい好きで。だからやっぱり他のバトロワとは比べて、戦い方がそのキャラによって違ってくるんで、僕は好きですね。個性がありますかね。そうですよね。今このメルタゲさんがいてくださったキャラクターっていうところはすごく大切な部分やと思うんですよね。はい。では続いて、ハントさんお願いします。はい。若干競技目線になっちゃうんですけど、Apex って他のゲーム、チーム対チームで戦うゲームじゃなくて、20チームいるわけじゃないですか。なので、どこのチームとだけ考えたらいいとかじゃなくて、その場その場で、その目の前にいるチームが変わっていくわけで、いろいろ考えることがやっぱ多くて、その考えたりするのが面白いなっていう。なるほど。考えることが逆に、楽しいというか自分に合ってると。そこが逆に苦手っていう人も多分いると思うんですよ。それを楽しむっていうのは、これ単純にちょっとすごいなと思ったんだ。常にこう変化する状況に対応する。そう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さて、ここでだ。今さっきキャラクターと言ってくださったんですけれども、いわゆるそのレジェンドね。このレジェンドについてなんですけれども、皆さんはどのレジェンドを使ってるのかって、やっぱ気になるポイントだと思うんですね。好きなキャラクターとか得意なのとかね。そう。それをちょっと聞いてみたいなと思います。はい。ではまず、ロハイさんからお願いします。競技シーンでは、今はバンガロールを使ってます。けど今まで、僕競技長いんですけども、2年半とか、そんぐらいやってるんですけど、いろんなキャラ使ってきて、ジブとか、そういうキャラも全然得意ですね。ということは僕らみたいに、もうこのキャラだけじゃなくて、他にも何キャラか使えるということですよね。そうですね。僕がその役割を担ってたというか、なんか余り物をやってた感じですかね。やっぱそのチームのメンバーがどのキャラクター選ぶかによってね、じゃあここで行こうかとか、だから何パターンか持ってらっしゃるみたいな。そういうことやね。これは重要なポジションですよ。では続いてメルタゲさんお願いします。僕はホライゾンとバルキリーがすごい得意で、ちょっと自慢みたいになっちゃうんですけど、そのバルキリーがその PC サーバーで日本で一番キルしてて、そうなんだ。だいたい4万3000キルぐらいしてて、だからやっぱりそんだけ使ってるんでやっぱ得意です。強いんだ、なんか単純に。すごいよね。いや、単純にすごいと思うし、それを使いこなせるっていうのもすごいんだ。すごいね。では続いて、ハントさんお願いします。はい。僕は基本的にどんなレジェンドも使えるレベルぐらいにはなってるんですけど、今、競技で使ってるのは、シアってキャラクターを特に使ってるんですけど、そのキャラが一番ご自身に合ってるというキャラクターですか？合ってるっていうよりかは、そのキャラを決めるときに、その今の競技の環境によって、その3キャラ選ぶわけですよ。それで、その3キャラ選んだときに、自分がその中でどれが合ってるかみたいな感じなんで。そのチームバランスっていうか、そういうとこやね。このキャラクターにはこのキャラクター合わせた方が連携しやすいとか、チームプレイだから。
そうだね。では、それぞれ皆さんが大体2キャラ、3キャラ、っていうことで使ってらっしゃるんですけれども、それ以外のレジェンドを使うって、まあ、例えて言うならば、この間、初めてこのキャラクター使いましたとかっていうのってあったりするんですかね。例えば、ローハイさん。いかがでしょう？僕はもう全然そういうのはないですね。もう自分が使えるキャラしか使わないです。あ、なるほどね。じゃあもうほぼほぼ固定なわけだ。ありがとうございます。メルタケさんいかがでしょう？僕は最近シーズンが変わって、ホライゾンがちょっと弱くなっちゃったんで、それでカタリストを初めて最近使ったんですけど、そうですね、なんか壁じゃなくて扉を強化できて、敵が漁夫に来てもちょっと時間空けて自分たちのパーティー立て直せるみたいな時間が作れるんで、カタリストすごいいいなとは思いましたね。もしかしたらこれから次キャラというか、どんどん使いこなせるキャラクターになるかもしれないと。まあそうですね。ありがとうございます。では続いてハントさんいかがでしょうか？なんかランクとか普段のカジュアルとかでからもう何でも適当に使うので、キャラクター。基本的に使うキャラいるんですけど、急にこれ使ってみようみたいな感じで使うので、新しく使うっていうことはあんまりないんですけど、この間でもシーズン変わって、競技の環境もちょっと変わった時に、競技では初めてワットソンとかなんかちょっと使ってみたりとかあったんですけど、結局戻ったりとかしてるんで、はい。でもこれだけそのエイペックスの歴も長い方々がつい最近であったとかこの間とかっていうところで新キャラを使うっていうこともあるぐらいだから、あとやっぱそのアップデートがかかってね、キャラが調整されたりとかねするよね。それがそれによっても変わったりとか、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、皆さんにはもちろんこの個人のことに関してもそうなんですけれども、このエイペックスのプレイ環境であったりとか、プレイのレジェンドであったりとかっていうところもお聞きいたしました。はい。では続いてに関してなんですけれども、チームとして皆さん活動されているっていうのもありますので、そこについてもちょっと深掘りをしてみたいなと思います。はい。